Hello, welcome to PowerCat Live. I'm here with Asuka Otani, who's a technical evangelist for Asahi Accounting Robot. さて、ここからは、日本語でお話しさせていただきますけれども、大谷さん。はい。まずは自己紹介からお願いできますか？はい。私ですね、大谷明日香と申します。株式会社アサヒアカウンティックロボット研究所で、テクニカルエヴァンジェリストをやってます。以前はですね、地元の製造業で、人事総務を16年ほどやっていたんですけれども、2020年の1月からですね、パワーオートメイトデスクトップの導入、開発者、育成支援を行うアサヒアカウンティングロボット研究所の方に、入社をしてですね、現在は活用提案やセミナーを担当をしております。すごい、だいぶ変わったんですね。もともとは人事の方だったのが、今この IT 企業に勤められているというところですけど、どうやって、移られたんですか？前の会社はですね、愛知県ということで製造業がすごく多い地域なんですけれども、私は入社した時はですね、自分のパソコンも、ない状態で、はい。はい、仕事は全部、手書き、ハンコ、ファックス、電話を中心にですね、動いているという会社でして、残業で夜遅くなってしまって、子供にも迷惑をかけているということで、非常に自信が持てない、状態がありました。RPA につながる流れってどうやって、今の RPA に携わろうってなったんでしょうか？そうですね。なんとか今の状況を変えたいと、いろんな情報を取っていく中で、RPA をネットの記事で知りまして、で、いろんな動画とかも見ていくうちに、操作画面を見まして、それが、例えばExcel を起動するとか、アプリケーションを起動するっていう、私にもわかる言葉で書いてある。しかもそれをブロックを組み合わせるように使うってことが分かって、プログラミングはとてもできる気がしなかったんですけど、これなら私でもできそうだと思って、本をいっぱい買い込みまして、もうRPA で自分自身を変えたいという決意のもとですね、RPA を、自分の前職の会社でですね、進めていきました。で実際にその自動化された業務っていうのを、もし、彼女で教えていただけますか？はい。ですね、やっぱり自分も同僚もすごくストレスを感じる仕事を RPA にして早く帰りたいっていうのが当初からありましたので、取引先にですね、伝票を、PDF の伝票を何百件か送るという仕事、それを自動化したり、あと勤怠システムがあったんですけど、毎朝打刻を忘れてしまう社員がいまして、そういう人の、忘れたよっていうのを今まで人の目でチェックをしてたんですが、自動で RPA に漏れた人を抽出させてメールで通知をするという、そういう業務をです。大体10ぐらい2年間かけて、合計200時間分ぐらい改善をしたんですね。その同僚の方々からのフィードバックとか反応っていうのはどんな感じだったんでしょうか？やっぱりすごく新しいことをチャレンジしてくれてる。それで仕事が楽になるんだねっていう声は、はい、同僚からありました。それは良かったですね。はい。どうやって自分でですかね、学んでいったんですかね、さらに。そうですね。インターネットの、その RPA ツールのフォーラムみたいなのがあって、そういうところを見たりもしたんですが、最初はやっぱりそういうところを見てもわからなくてですね。で、どんどんやっぱり聞く相手がいないという孤独感が増していって、で、それでやっぱりそれを動機でですね、ツイッターを始めて、あとRPA のコミュニティも探しまして、そういうところに行って自分と同じぐらいのレベルで困っている人を見つけて、そういう人と情報交換を始めるということを始めました。中にはですね、もう私にとってはもう人生の友達だなって思える人が見つかりましたし、やっぱり
そういう RPA のコミュニティ、IT のコミュニティに出ていったら、すごくみんなこう IT を使って仕事を変えたい、自分の生活を変えたいっていう思いの人にいっぱい出会えて、私自身もすごく力をもらいましたし、なんかこう世界が広がった経験ができました。あ、よかったです。実際にやっぱり業務に使えるってなったレベルになるまでには、どれぐらい習得に時間がかかったんでしょうか？そうですね。途中から、最初は朝日ロボケンさんの教材で、いわゆるええ、本と同じように黙々と勉強していたんですが、ええ、あの、すごく使えそうなツールだというのを感じてきまして、途中から、朝日ロボケンさんがチャットのサポートを、はい。出していたので、それを、ん。申し込みました。で、えーっと、そうですね。それで賞味だいたい3ヶ月ぐらいで、4H から、あと最終的には、UI 要素の中のコントロールレポジトリを、少し自分の方でカスタマイズするというところまでできるようになりまして、おー、すごいですね。はい。そうですね。はい。本当、自分ではびっくりするぐらい3ヶ月ぐらいでですね、必要な技術は身につけることができました。うん。で、その、パワーオートメイトデスクトップを触り始めてから、今の、実際にはチャットサポートを、受けていた側だった立場から、それを提供する側の会社に移るまでの経緯ってどういった流れになったんでしょうか？そうですね。チャットサポートを、やらせてもらって、私すごく嬉しかったのが、社内で私が RPA で難しい、スキルを使って何か完成したとしても、それをすごいねって分かってくれる同僚はいなくってですね、そこがすごく孤独だったんですけど、ええええ。チャットサポートの人はよくできたって言ってくれたのがすごく嬉しかったですけれど、会社は実は全然評価はしてくれなくてですね、うん。トイレから思わずですね、もうやめてやるとツイートを実はしてしまいまして、あ、そうはい。だったんです。はい。そうなんですよ。で、なんとですね、その私のツイートを、朝日ロボ犬が見ていたというそれものがありまツイッターで、して、はい。ええそうですね。ずっとですね、私の、ツイッターアカウントは、中小企業で RPA を導入するためには、どんなことが必要なのかという視点でツイートをしてまうんうん。して、それを、こういうユーザーがいるということで見てくれていたそうで、そうですね、私としても、ずっとこの、チャットサポートで支えてくれた会社に、自分がこんなサポートする側として入れるというのは、夢のようなちょっとお話でして、で、お話しした後、愛知県と山形で700キロ離れてはいるんですけれど、ええ。やってみましょうというお話をいただいてですね、入社することになりました。すごいですね。で、そこから、ツイッターとかでいろいろツイートはされてたと思うんですけども、他には何かその広めることとか、何かアウトプットすることってなんかあったりしたんでしょうか？やっぱり私のように中小企業だとか紙ばっかりの会社の中で、このええ。状況では絶対自分たちも会社も、いずれはもう何ですか、生き残っていけないという思いがあるけれど、何をしたらいいかわからないっていう方がたくさんいるんじゃないかなって思いがありましたので、コミュニティでやっぱり登壇をしてですね、少しでもそういう方に、私は人事だったんですけど、パワーオートメイトデスクトップによって、こういうふうに会社に一つ改善をすることができたし、私の場合キャリアチェンジも同時にすることができたので、そういうことができるんですよというのを、登壇とツイッターでですね、一生懸命ええ。発信をする。その中でちょうどパワーオートメイトデスクトップが3月に無償化された時に、吉田さんが主催してくれた、パッド JP で、登壇をしてですね、その時はもう本当にツイッターとかもすごい、すごく元気をもらいましたというコメントをですね、私のアカウントの方にもいただきました。
よかったです。今日、役割としてお話しされたテクニカルイヴァンジェリストになった背景をぜひ教えていただきたいんですけども。はい。実はですね、このテクニカルエヴァンジェリストというポジションをもらったのは、私にとってもちょっとびっくりでして、そうだったんですか。はい。そうなんです。はい。名刺を送りますからということで、自宅の方に名刺が送られてきたら、そのテクニカルエヴァンジェリストというふうに書いてあったと。で、私自身は、これはやっぱり会社が、単なるエンジニアじゃなくて、あなたのユーザー経験を、私たちは評価をして、メンバーの一員としてなってもらったので、そのユーザー経験を活かした、人に、何ですかね、このパワーオートメイトデスクトップを使って、仕事を変えていくっていう、その楽しさだとか、逆に私はその導入する時の苦しさというのもよく知ってますので、そういうことをしっかりサポートできる、人材になってほしいという思いがあったんじゃないかなと思います。じゃあ、本当にこのポジションはもう大谷さんのためにこれを作られたっていうことだったんですね。そうですね、はい。すごいですね。で、そこからそのテクニカルエヴァンジェリストになられて、もちろんエヴァンジェリストの活動としてもいろいろやられていたと思うんですけども、他にも何かやられたこととかってあるんでしょう？今セミナーを会社で定期開催してまして、それは私みたいに本当に人事の人が自分自身でパワーオートメイトデスクトップ、あとパワーオートメイトを使って仕事を変えていくっていう視点でのセミナーをやっているっていうのと、あと、もう一つパワーオートメイトデスクトップだとかパワーオートメイトを使って、この事務スタッフが困っていることを、一つのアプリケーションなりの形として、実現して、こういう使い方がありますよっていうのを提案発信するというのも役割もやってます。じゃあ、まさにその前職での経験が培われて今のような形で活用ができたっていうことですね。そうですね。前職の経験は本当に今生きてるなと思ってまして、やっぱり実務をすごく知っている。で、やっぱりエンジニアとの話も、まだちょっとついていけない部分はあるんですけど、だいぶわかるようになってきてますので、やりたいことを、技術的な部分で、どう実現していくか、本当に市民開発者ですね、ユーザー部門と、エンジニア部門をうまくつなぐような、役割が少しずつできるようになってきてますので、もっともっと、今アイデアはいっぱいあるけど、それをどうやって実現しようというのが自分の中にあるので、少しずつ実現をしていきたいなというふうに思ってます。ありがとうございます。素晴らしいお話を今日はお話しいただいてありがとうございます。はい。ぜひこれからもですね、活躍していただければなと思うんですけども、ぜひ最後にですね、この、パワーキャットライブのセッションで何かお伝えしたいことがありました。ぜひ一言お願いできればなと思うんですけども。はい。お伝えしたいのはですね、私は、前職はですね、全く無名の会社で、一般社員という状況で RPA 導入に挑んだんですけれども、私がその RPA を使って、会社を少しずつ変えていくという、何ですかね、この経緯をですね、ツイッターでもコミュニティでもいろんな方が応援をしてくださいました。あとそういう無名企業の私がやっぱり今日このパワーキャットライブに出演させてもらっているということが一つの、やっぱり何ですかね、真剣に何かを挑む姿っていうのは誰か周りの人を感動させて、大きな力になっていく、そういう経験をしましたので、ぜひ聞いてくださっている方にお伝えしたいのは、やっぱり今パワーオートメイトデスクトップという事務部門の人間でもできるという素晴らしいツールが出てきてますので、ぜひそれをご自身の会社で使って、
同僚の方にこういうふうに会社を変えていけるんだっていうのをこう伝え続けていただきたいです。私はやっぱりこう2年間やってですね、こう自分の同僚が少しずつ変わっていくという感動がありましたので、ぜひですね、こうパワーオートメイトデスクトップで会社も変えていく。あと私みたいにこうキャリアをチェンジするという可能性も持ってますので、そういう面でもぜひですね、どんどん活用していただきたいなと思います。はい、素晴らしいメッセージ最後にいただきましてありがとうございます。はい。So, thank you everyone for listening to this session today. We had Asuka Otani talking about her career journey. Thank you once again, Asuka-san. And we hope to see you again. Thank you everyone. Goodbye.